ワーズミニシャワー合流。やったー、シャワーズだ。みんなここはどこ？あれ？神に頼んでこっちの世界に飛ばしてもらったんじゃないのか？神様が僕たちのところに来たのは覚えてるんだけど、確かあなたもブラッキー家と仲のいいブイズだから行きなさいって言われて、気がついたらここに。犠牲者だ。ブラッキー家のせいで巻き込まれた犠牲者だ。神様が何を言ってるのかはよくわからないが、白がくれた。でもこっちの世界でもお前たちと会えて嬉しいよ。シャワーズミニシャワー。しかもいい感じにまとめてごまかした。ありがとうブラッキー。みんながいてくれて心強いよ。ここはポコアっていう世界で、僕たちはポケモンが幸せに暮らせる街を作ってるんだよ。街づくり？スケールの大きいことをしてるね。一緒に街づくりをしているメタモンとウスチューだよ。よろしくね。シャワーズさん、ミニシャワくん、よろしくお願いします。よろしくね。ミニシャワー。まあかわいい。ミニシャワはミュウに抱っこされるの好きだよな。ミュウ、いつもありがとう。僕もミニシャワを抱っこするの好きだから問題ないよ。それじゃあまずはこの家に住むポケモンたちを連れてこようか。あれ、僕たちが住むわけじゃないんですか？いや、俺たちも住むんだけど、ほらポコアに全員内定してるわけじゃないから。今のところブラッキー家で内定してるのは9から10名ぐらいかな。僕やミライドンはこっそり住む感じだよ。こっそりサッカーやるよ。ポコアには300以上のポケモンがいるんだけど、僕たちはその全てのポケモンに快適に暮らせる住処を提供したいんだ。これだけのスペースを使って大きな家を建てたんだから、それなりの数住んでもらわないとね。なるほど。この世界のスペースにも限りはありますからね。ポケモンたちを連れてきた。わあ、すごい賑やか。廊下がポケモンで溢れてますわ。まさにブラッチー家って感じだね。我が家ではいつもの光景。こうやって廊下でみんなで喋ったりするの、なんか楽しいんだよね。そうそう、部屋の中より廊下で喋りたい時ってあるんですよね。でもエイフィーとブラッキーがお掃除してる時にやると、はーい邪魔だよって怒られるよ。お掃除の時は廊下にいない方がいいよ。お掃除できないからね。見てよヘラクロスを。通れなすぎて室内なのに飛んでるからね。廊下って飛べると便利だよね。廊下にいると、ああ飛べてよかったって思うよな。それはブラッキー家の廊下だけだと思うけどね。みんな、ポココちゃん、素敵なお家に招待してくれてありがとね。どういたしまして。あれ、ネガ電流動画の時の電流とメリープだ。そうなんだよ、電流とメリープもこっちに来てたんだよな。この分だと他にも向こうから来てるポケモンもまだいそうですね。チャンピオンズではありがとね。電流、メリープ、こっちの世界でもよろしくね。チラチーノも来たんですね。蛇口って楽しいわ。チラチーノまでも。チラチーノも蛇口で遊ぶのは意外だった。ふと思ったのだが、ポコアの世界って水道代かからないんじゃないか？そうなんだよな。水道代もかからず、タンクやポンプも必要ない。蛇口をひねれば永遠と水が流れ続けるのだ。ポコアの世界すげー。みんな、蛇口のある家に招待してくれてありがとう。これからもよろしくね。チラチーノ、よろしくね。みんな喜んでくれてるみたいでよかったね。一安心って感じだね。こうやってみんなが楽しく暮らせる街を目指してるんだね。素敵なことをやってるね。僕も何かお手伝いしたいな。ぜひ一緒にやりましょう。ねえねえ、僕シャワーズの家見たいよ。僕も見たい。僕たちの家？そういえば僕シャワーズさんたちの家見たことないです。私も、僕も。シャワーズの家いいかもね。シャワーズにどんな家か教えてもらいながらだったら建築しやすいかもしれないし、建築を指示してもらえるのは助かる。シャワーズの家か。あの家か。何か問題でもあるのか？シャワーズの家はちょっと特別なんだよね。あれを再現するのは大変そう。どんな家なのでしょうか？でも建てることができれば、たくさんの水ポケモンが快適に暮らせるだろうな。確かにそうだな。よし、チャレンジしてみよう。これからシャワーズの家建築を始める。シャワーズ頼んだぞ。わかった。よし、頑張ろう。シャワーズ
の家ってどんなとこにあるの？僕らの家は湖の真ん中にあるよ。ぽつりと浮いてる感じだよね。前に俺たちが作ったでっかい滝の前なんてどうかな。ああ、ルカリオの滝ね。ルカリオの滝だね。ルカリオの滝ですね。あの滝ってそういう名前だったんですね。この辺？そうそう。いいかもね。滝もあって素敵な景観になりそうで楽しみですわ。ひょっとしたら水ポケモンたちが滝で遊ぶかも。そしたら滝修行してるルカリオも寂しくないね。いや、基本的に滝修行は静かに行いたいのですが。まずは土台作りだね。ブクブクブク。はあはあはあ。今回はこういう水に潜る作業が多くなりそうだね。肺活量が鍛えられそう。そういえば8月のアップデで水中を自由に移動できるようになるらしいな。 DLC でブクブク海底の町って新しい町にも行けるようになるんだよね。おう、じゃあ8月からは海の中にも町が作れるようになるのか。そういうことだな。海底都市なんてロマンでしかない。ロマンの塊。楽しみすぎます。ポケモンも新しく増えるんだよね。果たしてブラッキー家から新たな内定者は出るのか？僕、内定来る？僕も来る？私も来てほしい。翡翠のポケモンにパルデアの伝説ポケモンか。どうかな、まだ来ないかもな。そんな来るといいんですけどね。とりあえずで土台を作ったよ。次はどうしよう。何から作ればいいのかな。シャワーズの家の最大の特徴は家の中を水が流れてることだ。家の中？家の周りじゃなくて家の中だね。家の中に水あるのすごい楽しそう。さすが水ポケモンの家。普通の家とはだいぶ違いそうですね。水が流れる部分と普通の床の部分、この2つのスペースを確保しておくと後の建築が分かりやすくなるんじゃないかな。なるほど。水は屋上から2階1階って落ちていって、その後外に流れていく感じだよ。そしたらまずは2階部分を作ろうか。そうだね。階段を作って、2階の床部分、あと水路を作るために床を1マスへこませる必要がある。だから床は合計で2マスの高さがいるぞ。なるほど、二重にする必要があるのか。よし、そしたら一度試しに水路を作ってみようか。この辺からへこませて、1階も。こんな感じ。おお、1階はすでにそれっぽい。では水を流してみよう。むぐむぐ。ダバー。いった。どうなったの？おお、流れてる流れてる。おお、まさにシャワーズの家って感じ。なるほど、家の中の水ってこういう感じなのですね。一気にイメージが湧いてきた。ミニシャワーのテンション上がってきたね。テンション上がって新しいダンスを編み出したみたいです。ミニシャワーすごい。あれ、ちょっと待って、ミニエフィも新ダンスになってる。ほんとだ、かわいい。皆さんさすがミニブラッショーのお友達です。それじゃあ部屋を作っていこう。まずはトイレから行くか。音が大きいね。音？ああ、水の音か。ザーって言ってるね。確かに水が高いとこから落ちてきてるから小さな滝みたいに音が鳴り続けてるんだよな。この音、普段生活してて気にならないの？僕とミニシャワーは気にならないよ。むしろ心が安らぐよ。僕も水の音は大好きです。次はリビング。あと僕たちは普段から波の音と一緒に生活してるからね。だからうるさく感じないのかもしれないね。なるほど、もう慣れっこなんですね。ここに壁掛けテレビあるよね。うん。すぐ後ろに滝があるけど、テレビの音聞こえるの？聞こえるよ。なんとなく。なんとなくかい。いいのいいの。僕もミニシャワもアニメとかをなんとなくで見てるだけだから。僕なら考えられません。アニメは音こそ大切なのに。そうなの？声優さんは単にセリフを喋っているのではありません。声の震えとか息の使い方とか少しだけ語尾が弱くなる感じとか、そういう繊細な演技でセリフだけではわからない感情を乗っけているんです。効果音や音楽だって適当になっているのではなく、その時のキャラクターの心情やその場の雰囲気を巧みに表現しています。つまり音を聞き込むことによってアニメの理解がより深まりより面白くなるように作られて
今度からテレビの音量を上げてみてみるよ。それをおすすめします。ポリ、お前のアニメへの情熱好きだぜ。情熱はロマン。そんなに情熱を注げるものを持ってるなんて素敵ですわ。ありがとうございます。反対側にもう一つ階段があるんだけど、その階段は水が流れてるよ。階段にも水が流れてるんだ。水ポケモンなら問題なく使えるもんね。これが横に漏れないようにすればいいんだね。ブクブクブク。肺活量が鍛えられる仕事。よし、できた。水の階段だ。お水きれいに流れてるね。流れてるね。次は1階の奥側をやろうか。1階の奥には何があるんですか？向かって右側に物置部屋、左にキッチンがあるよ。キッチンね。シャワーズんちって普段何食べてるの？クリームソーデザートはクリームソーダが好きなんだよね。食事は何食べてるの？ダ。クリームソーダ。食事って言ってるのに。クリームソーダは僕らの桃源郷なんだ。ミニシャワくんがトッピングされてます。何この可愛いイメージ画像。クリームソーダが尊く見える。ミニシャワ美味しそう。本当は木の実とか野菜とか栄養バランスを考えた食事をとってるから大丈夫だよ。それならよかった。キッチンに物を置いて物置部屋の輪郭を作ってある程度壁を張ってみたよ。完成までまだまだかかりそうですね。今回も大掛かりな建築になるな。皆さん頑張ってますね。あ、神様。ゲストを連れてきましたよ。一緒に力を合わせて頑張ってくださいね。ゲスト？みんなザシアンザマセンター。やった。みんなに会えたね。お姉ちゃん。そうだね、ザマだ。ザシアンザマセンター。ミライドンコライザシアンザマセンター、神様に連れてきてもらったのか。ドン。お姉ちゃんがみんなに会いたいから神様にお願いしたんだ。ちょっとザマ。そうなの？ザシアン。いや、私はザマがみんなに会いたそうだなって思ったから神様にお願いしたんだよ。あれ、そうだったの？そうだよ。そうだったんだ。ありがとうお姉ちゃん。これがあの伝説の剣の王、ザシアン。思ったより小さいような。ザシアンさんもザマゼンタくんもとってもキュートですわ。ブスチューです。よろしくお願いします。メタモンだよ。よろしくね。わーい、よろしく。よろしくね。それじゃあザシザマが合流したところで、ここからは建築をテンポよく進めていこう。今は壁張りを進めてるよ。わあ、これが建築なんだね。すごいねお姉ちゃん。そうだねザマ。石の素材が多く使われてるのは水に強くするためかな。その通りだよ。特に水が通るところは木だと傷みやすいから必ず石を使うようにしてるよ。来たばかりですぐに気づくとはさすがザシアン。ザシアン鋭い。お姉ちゃんすごい。そんなことないよ。2階は寝室とテラスになってるんだよね。テラスあるんだ。素敵。ここまで作ってきて思ったんだが、ひょっとしてシャワーズの家って結構でかい？僕はなんとなくシャワーズの家は小さめなのかなって勝手にイメージしてました。私も。実はね、僕らの家って僕らだけで建てたわけじゃないんだ。そうなんですか？昔は小さい家に住んでたんだけどね、いろんな水ポケモンと仲良くなっていくうちにたくさんの水ポケモンが遊びに来れる家にしたいなーって思うようになって、それで水ポケモンたちと協力してちょっとずつリフォームしていったんだ。それで大きくなったんだね。じゃあこの家は水ポケモンたちの思いが詰まった家なのですね。なおさら大切に作らないとな。おっきい家ならサッカーできる？サッカーしよう。うちは植木が多いからサッカーは難しいかもね。みんなの思いが破壊されちゃうよ。サッカーはブラッキー家でやりなさい。はーい。いや、ブラッキー家も室内のサッカーを公認したわけじゃないんだけどね。屋上に水源があるよ。なんかピカーって光りながら浮いてるんだよね。よくわかんないのが。そこから水が出てるんですか？噴水みたいに出てるよ。そうそう、こんな感じ。わーい、滝だ。滝好き。寝室にベッドを配置したよ。
早速シャワーズが寝てる。よく眠れるね。真後ろで水がザーって流れてるのに。むしろ水の音で癒されて眠くなるんだよ。僕は水の音を聞くと遊びたくなるよ。僕もバチャバチャ遊びたくなる。あなたたちはそうでしょうね。水の音もポケモンによって効果が様々なんだね。外観が整ってきたよ。水浸し？建物の外周はまだこれから整えないとだな。建物はできてきたって感じだね。では溢れてる水をきれいに収めていこう。お、水が引いていきます。水は収まったな。回収を整えて。シャワーズの家ってライトがいっぱいついてたイメージがあるよ。そうだから水力発電所がかなりの数必要だ。さすが水ポケモンの家。電気も水力だ。水車の音も大好きなんだよね。シャワーズの家のもう一つの特徴、それは物が多い。花、植木、ライトが至る所にいっぱい置いてある。すごい数だよね。水ポケモンたちがどこからか持ってきてくれたんだよね。わーい、お花いっぱい。賑やかだね。賑やかなのは嫌いじゃないよ。お姉ちゃん寂しがり屋さんだもんね。ゾモミュウツーと同じだね。だから俺のことはいちいち言わんでいい。家の中もじゃんじゃか置いていこう。建築は勢いも大事。建築はパワーだぜ。あとここにビニールボートあったよね。ミニシャワーが大好きなの。わあ、楽しそう。乗りたい。これでいよいよ終わったんじゃない？終わり？ついに完成ですか？わあ、すごい。やったー、完成だ。どうだシャワーズ。ちょっと言いづらいんですが、家の周りの水辺に浮草とか花があるかな。忘れてた。そうだ、用意してたんだった。シャワーズの家の周りって浅瀬になってて、そこに花が咲いてるんだよな。だから浅瀬にするために埋め立てる必要がある。ブクブクブク。はあ、ブクブクブク。はあ、ブクブクブク。はあ。ここに来て今日一きつい作業。ね、メタモン頑張ってください。メタモン頑張れ。よし、頑張る。ブクブクブク。はあ、ブクブクブク。はあ、ブクブクブク。はあ、ブクブクブク。はあ。完成。やったー。メタモンお疲れ様。いやー、完成してほっとしたよ。メタモン、みんなありがとう。それじゃあ早速見ていこうか。まず外観はこんな感じ。わあ、綺麗だね。水がいっぱい流れてて楽しそう。見た目が涼しくていいね。最近暑くなってきたしちょうどいいな。ここに住む水ポケモンたちはすでに連れてきてあるぞ。賑やかでいいね。この水が流れる家で水ポケモンたちがどんな風に暮らすのか楽しみだな。この後見れそうですね。周りの水辺には浮草と花がちゃんとありますね。メタモンの苦労の証。私、今回の建築で絶対肺活量増えたと思う。メタモンとっても頑張った。クリームソーダ美味しそう。テラスと屋上にも水車があるんだね。まさに水の家って感じですわ。あれ、白龍もいるんだ。水ポケモン以外にも水の中を泳げるポケモンがよく来るんだ。ミニ竜とかルジリとかね。なるほどね。じゃあ室内に入ってみよう。コダックが寝てるね。クリームソーダ美味しそう。それさっきも聞いた。どんだけクリームソーダ置いてあるのよ。クリームソーダが湧いてくる家。ソファーの座り心地はどうかな？あ、いいね。シュタシュタ。すやすや。浮いてる。ニャオハ浮いたまま寝てる。すごいね、ニャオハ。それどうやったらできるの？いつもちゃんとお片付けをしてればできるようになるよ。よし、諦めよう。諦めるのが早くなってる。こっちがキッチン。壁も家具も青と白がメインカラーになってるんですね。そしてライトは青です。その効果もあってなんだか海の中にいるような感じがしますね。それが落ち着くんだ。ここが物置部屋だな。ミニシャワのおもちゃとかしまってあるよ。ミニシャワってどんなおもちゃが好きなの？一番好きなのは人形かな。ブラッキー家のみんなのね。私たちの？私がいくつか作ってミニシャワにプレゼントしたんだ。おう、そうだったのか。
最近ミニショワがお気に入りの人形を後で教えてあげるよ。誰だろう。私だったらちょっと嬉しい。案外僕だったりして。じゃあ2階の寝室に行こうか。にゃらたのマリルもいるね。今マリルが寝てるお花のクッションがミニシャワのお気に入りでね。ミニシャワはいつもこのクッションで寝てるんだよ。ミニシャワお花が好きなんだね。僕もお花好き。ミニシャワが寝てる時の最近の写真あるけど見る？見たい。ザシアンザマセンタだ。まあ可愛い。まさかの私たち。やったー、なんか嬉しい。僕じゃなかったか。僕でもなかったですね。もちろん抱いて寝る人形は日によっても変わるけどね。ミニシャワはミュウやルカリオの人形も大好きだよ。そうなの？やったー。ちょっとその写真貸して。うん、もちろんいいけど。出た、ザシアンがわ、すごい。これがザシアンの筆さばきか。筆の王、ザシアンさんすごいですわ。ザシアン上手。お姉ちゃんさすが。そんなことないよ。この絵、ミニシャワとシャワーズにあげるね。いいの？ありがとう。テラスはこんな感じ。わあ、素敵なテラス。ここ気持ちいいね。ここでのんびりしたいです。今度また来てもいいかな？もちろん。いつでも遊びに来てね。それじゃあ最後に夜の姿も見ておこう。わあ、綺麗。ライトがいい感じだな。夜はライトが多いと映えるね。室内はこんな感じ。室内もいい雰囲気ですね。これはデートスポットとして優秀なのでは？ EV とデートしに来たっていいんだよ。あなたが神か。コイキングが上がってった。ニョラマも。あ、帰ってきた。また行きそう。行きましたわ。追いかけてみよう。屋上まで行きますね。すごいね。コイキングが生き生きしてる。コイキングがここまでアクティブに動いてる光景珍しいかもな。マリルが上がってきたよ。気持ちよさそう。またコイキングが泳いでく。まさに水を得た魚だな。とっても楽しそうに暮らしてて、見ててなんだか嬉しくなるね。シャワーズ神の家に水ポケモンたちが集まる理由が分かった。シャワーズ神？ベッドで跳ねるコイキング。それは休まってるのかな。以上でシャワーズミニシャワの家完成です。お疲れ様。じゃあ私はちょっと休ませてもらうよ。メタモンお疲れ。お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。私たちも休憩しよう。僕テラス行ってくる。イーブイ待って。僕は家の周りのビーチチェアで星空眺めよっと。私も外走ってこよう。僕も行きます。僕も。ザマ待って。屋上行ってこよっと。僕も行こっと。君っちってメタモン？すっごい。やっぱ変身上手。ありがとうマリル。すごいとこから話しかけてきたね。これがシャワーズたちの家なんですね。今聞き慣れた声が聞こえたような。誰か来た？このパターンはひょっとして前回と同じ？今度はどのブイズが来たんだ？でなんかいっぺんに来た。次回ジラーチも来るよ。